こんにちは、大橋です。前回同様銀座に来ております。で、今回は前回の動画の中でオーダーさせていただいたシャツが出来上がったので、今日は取りに伺いたいと思います。で、少し泉さんとゆっくり会話ができたらなと思っているので楽しみです。では行きましょう。こんにちは。こんにちは。お待ちしてました。ご無沙汰してます。お願いします。お願いします。じゃあどうぞ。はい。じゃあお書きください。はい、すみません。はい。いやー、またですね。そうですね。はい、来ました。じゃあまずご注文のシャツお持ちしますんで、はい、少々お待ちください。はい、すみません、お願いします。じゃあこちらがめっちゃいい色。出来上がりです。黄色がそんなに強くなくって、はい、まあでも白じゃない。そうですね。はい、ちょうどいい色目かな。ちょうどいい色味ですね、本当に。ぜひまずご試着からまた、はい、お願いします。わかりました。ありがとうございます。じゃあお召しください。はい。あ、すみません、ありがとうございます。ここ結構悩みましたよね。はい、両方つけるか、はたまた蓋をつけるか、はっていうところも含めて。この存在感いいですね。思ったよりもしっかりした生地だった。そうなんですよ。は結構がっしりしたオックスフォードの生地なんで、はい、なんか育てる楽しみみたいなのもありますね。あると思う。もう柔らかくなっていって馴染んでいってっていうのが想像できるんで、めちゃくちゃそれは楽しいだろうなと思います。着心地良くなってくるのが2年とか着たらクタクタになって、ちょっと汚い話ですけど、若干やっぱり油吸ったりして生地って柔らかくなってくるので、なんかちょうどそれぐらいの時に袖とか襟がこう擦れてきちゃったりするんですけど、はい、でもオックスフォードってなんかそれが味になるっていう。そうですね、確かに。ガンガンしかも色、これ多分少しずつ退色していくじゃないですか。そうですね、それはあると思います。いや、綺麗ですね。そうですね、はい、ちょっとたっぷりめには取りましたけど、タックインした時にあんまりここがダブつきすぎないぐらいのフィット感で作りました。やっぱり首周りが緩いとネクタイした時にちょっと不格好なんで、やっぱりそこもこだわって作るといいと思います。やっぱりあれか、ボタンダウンじゃなかったっていうのも聞いてるんですね。いや、そうですね、やっぱりこの手の生地ってボタンダウンにしがちですけど、あえて、フラップ付きのポケットでよかったなって思うし、そうですね、何より多分この体に合った細さっていうんですかね、シャツのサイズ感がすごく綺麗に見えるなとは思っていて、でやっぱり僕ないんですよ、ここまで袖が、そうですね、いつも足らないです、なんだろう、足りてもゆとりがある袖にはならないっていうのが、まあ、悩みの一つであったので、こういった形で少しゆとりがあって、前にフィッティングした時みたいにちょっと中着込んできたりもできるぐらいのサイズ感だと思いますし、もちろん今回みたいにスーツに合わせてもいいと思いますし、いろんな楽しみ方ができると思います。肩もバッチリですね。肩もそうですね。あとは色味か、泉さんに提案していただいたスーツとの色味、黄色バッチリですね。これは狙い通りでした。いやー、いいな。馴染ませたいですね。そうですね、馴染ませたい。一回洗いたくなりますね。もうこれは絶対水通した方がグッと良くなるんで、本当にこの先着ていくのが楽しみっていうシャツ。そうですね、そういう種類のシャツだと思います。
既製品と違う楽しみがあるので、そうですね、はい、すごく嬉しいです。僕は何より袖がちょっとゆとりがあるっていうのが、はい僕本当嬉しくて、スーツの袖は合ってるのにシャツの袖は足りてない、はい、なると、まあ、見栄えはもうそうですけど、なんか気持ちよくないそうですね、とこもね、ますねあると思うので、完璧ですよねこのスーツとシャツの相性もそうですし、ありがとうございます。あとはもう多分それぞれが本当に一個一個で使えるっていうのが結構強みかなと思っていて、そうですね。それが今回の、目標を大きくクリアしたというか。でもやっぱりずっと着ていくと、ここ次はこうしたいとか、はい、ここもうちょっとなんか大きくしたいとか小さくしたいとか、絶対出てくると思うので、服好きな人はもう、そうですね、それをその次のご注文に生かしてもらったりとか、多少は全体的に寸法を直せるようにしてあるんで、やっぱりその今年の気分はもうちょっとこうかなっていうので直して着るっていうので、じゃあこれ自体もお直しが少しずつできるっていうこと、なるほど。最近変な話、なんだろう、洋服の選び方みたいなのが少し変わっていったので、今までなかったところをっていうところにちょっとベクトルが傾いてるなっていうのが少しずつあって、それが多分オーダースーツに興味を持つきっかけにもつながってるのかなとは思うんですけど。そうですね、あんまりイメージないですね。そうですよね。そうなんで結構仕事的には真逆に近いようなところにいるけど、普段からジャケットを着るようなタイミングが私服でですけど増えてきて、興味を持ってで、オーダーで作らせていただいて、多分僕なりの挑戦であって、これが、この先そのいかにどれだけ楽しんで着ていくかみたいな、だからより先が楽しくなる服だなとは思ってはいるんですけど、すいません、ありがとうございました。こちらこそ今後ともぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません。ありがとうございます。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。はいはい。今日の撮影前に熊沢さんに行きましたか？2人でちょっと行ってきて、オープン前何組ぐらいですか？4組ぐらいですかね。お店入る前からこれは期待ができるぞっていう泉さんに教えていただいた時点でそうだったんですけど、でも案の定そうですよね。本当美味しかったですね。前回ナスのやつをかけて食べくださいってなんか言ってたじゃないですか。今回はその煮物の汁をとろろの醤油代わりに入れてくださいって言ってました。めっちゃ美味しかったです。で大将がすごいいい人でしたね。すごいちゃんと皆さん見てる。そうですね。すごい気にかけてくださっていて、でもちろんその自分たちの料理の提供が遅れてしまったら申し訳ないって気持ちも表に出してくださいますし、でご飯の量大丈夫ですかっていうこともそうだし、でも俺は焼き魚を頼んだんですけど、焼き魚は焼きたてが一番美味しいから作り置きはいくらでもできるけど、焼きたてを出したいからちょっと時間かかる、待っててっていう話もしてくれましたし、カウンターでその、大将のもちろんそういった姿勢であったりとか、なんかいろいろ感じられる部分があると思うので、なんかこれはなんか熊沢さんもそういう勉強になるじゃないけど刺激になるお店だなってちょっと思っていて、なんか飲食店もそうですよね。これいいなって思うこといっぱいありますよね。あります。で安目さんとここに来るまでに話してたんですけど、食と服ってすごく近いって僕は思っていて、食の部分でこれはファッション日常の生活に生かせるなって感じる部分と、ファッションの部分で食の時に気をつけて感じる部分とっていうのがあったりするので、なんか今日はすごく
一日を通してすごく充実した日を過ごさせていただいてるなとは思ってはいるんですけど。ちなみになんかどうですか、ミミさんシャツとジャケット合わせてみて、なんか2回に当たって感想としては。まあもう正直モデルがいいんで、もう何持ってってもいいんだろうなとは思ってましたけど、まあ、やっぱり結構特殊な方の体型なんで、そのお体も大きいし長いしで、もう絞るとこは絞ってある、ちゃんとウエストは細いんで、やっぱり着るまで僕は安心できなかったところは本当ですか。ありますね。じゃあ着てちょっと安心した。よかったっていうのは物がベースじゃなくて人がベースであることが前提だと思うんですよ、オーダー。そうですね、ある程度こういう人が着るんだろうなっていうのは、もちろんイメージして企画デザインしてるんでしょうけど、もうオーダーはマンツーマンで、この人が着るんだっていう服なんで。そうですね。そうで、ここで泉さんとコミュニケーションを取らせていただきながら、僕が思うそのファッションの中で必要なものっていうのが全て詰め込んであったなって思うんですよね。それがすごく楽しくて、YouTube のネタとしてこういったオーダースーツであったりシャツを作ったわけではないので、一番肝心なところは取れてないと僕は思っていて、そもそものところといいますか、僕が一番最初にオーダーに来た時に採寸していただいて、泉さんの所作であったりとか、僕はそこが一番重要であると思ってたんですよ。そのものを作ることに対しての敬意だったりとか、その思いみたいなのがその所作に現れてるっていうふうに僕は感じていて、それは動画で残せてはいないので、だけどなんかそれって残んなくてもよかったのかなってちょっと思ってるところがあって、それはなぜなら来ていただいた方が体感していただくべきものだと思うので、体感した時にすごく多分ね伝わってくれることだと思うんですよ。人がベースであることと泉さんのとのコミュニケーションで作る服であることはすごい魅力的なものなんだなっていうのが今回感じて、オーダーに来た時も待っている時も取りに来る時もそうだし、なんかいろんな場面が全部楽しかったと言いますか。そうで、もちろん着てからもそうだし、でこの楽しみは多分この先も続く。着る時に僕にはもうこれほら泉さんがいるわけじゃないですか、ここに僕のスーツに泉さんがいるんですよ。シャツもそうですし、なのでそういったものってやっぱりオーダー品じゃないとない。絵で伝わらなくてもぜひその気になった方に来ていただいて体感してもらいたいなとは思います。そうやって来た方にはもうやっぱりお気持ち裏切らないように僕らも頑張らないと。大丈夫ですよ、泉さん。で、泉さんはなんかこんなことを言うのもなんですけど、僕が知っているそのファッションが好きな方の中で結構もう3本の指とかに入るぐらいおしゃれなかっこいい方だと僕は思っていて、ずっと気になってることがあるんですけど、その小物もすごくちゃんと気を使うじゃないですか。そう、好きなんで。好きですよね。で、いろいろそういった洋服の背景であったりとかも考えてらっしゃいますし、一番大事に思ってることとかってあるんですか？普段スタイリングを組む上で。一つは中間色を上手に使いたいっていうのは、なんて言うんでしょう、常にそれはそのスーツだろうが、カジュアルだろうが、あるところですね。だから自分の仕立てる服とか買うものとかも、これ何色だろうな、よく分かんないなっていう色は結構積極的に買ってしまうところはあって、でも一方で赤とか、ターコイズブルーみたいな、ビビッドな色もすごく好きなんですよ。ただ
そういう色ってやっぱりパンチがあるんで、はい、その服として着た時にどれぐらい面積出したらちょうどいいんだろうなっていうのとか、あと質感、そのウールの赤とコットンの赤とシルクの赤ってやっぱり違うんで、ここでシルクだったら野暮かもとか、ここでウールだったら沈みすぎるかもとか、そういうのは、そうですね、サイズ感より色の方が考えてるかもしれないですね。多分誰よりも自分を客観的に見てるんじゃないのかなって思うんですよ。そうですね、なんか鏡の前にいる時はもう自分は器ぐらいしか見てないというか、写真であったりとか、お会いしてお話しする時もそうですけど、佇まい含めてこの人は一味違うっていうのが伝わる方でいたので、ずっとだからその辺は何か考えているそのご自身の中であるのが表に出てるんだろうなとは思ってはいたんですけど、自分の絶対的なそのペルソナっていうとちょっとやだな、横文字っぽいはい、そうですねそこまで多分深く考えてないことなんでしょうね、きっと普段も。絶対的な人はいないんですよ。でもその映画とか、ミュージシャンも結構僕は好きだから、それを真似してるわけじゃないんですけど、やっぱり焼き付けておくとだんだん蓄積されるんだろうなと思いますし、焼き付けしとくと何かの時に出てくるんだろうなって思う。なるほど。面白くないですか。面白いですよね。なんか僕よりも全然多分泉さんの方がその間口じゃないけど視野がすごく広い方で、日接せられるタイプと全然違いますもんね。職種からそうですね、それは大きい年齢からって考えるとそれぞれの価値観に合わせながら新しい提案しながら、そうですね。そうなんですよね。日々接するのもかなりインプットですよね。そう思います。これ聞いたらあれかもしれないけど、何かそのオーダーの時に気をつけてるじゃないけど、そこで大切にしてる部分とかってある？自分自身もずっと同じ服着るんじゃなくて、こうしたらこうなるかなっていう実験とか、その試みはしていかないと、それを皆さんに還元できないですし、失敗することもありますけど、それはそれでいやこれは失敗しますっていうのが分かるんで、いいかなと思いますし。ある中でも僕たちみたいなタイプの人は割と選ばざるを得なかったりするんですよね。そのサイズ感を含めて消去法になっちゃう。そうです。なのでそういった中で自分のサイズに合ったものを一緒に考えて作ってもらうっていうのはすごく楽しかったですし、で皆さん多分経験あるように裾上げ、普通にそのアンフィニッシュのスラックスでも何でも買った時に裾上げってすごく難しいじゃないですか。そうですね。僕なんかいつもそのアンフィニッシュのパンツを買った時は地元の古着屋の友達のところ行って一緒に考えてもらうんですよ。裾って5ミリ1センチでだいぶ変わるじゃないですか。だいぶ変わりますよね。そこがすごく面白いところで、僕はその友達と一緒にやってるっていう過程がすごい好きなんですよ。もうちょっと長い方がいいんじゃないとかいう時間ですよね。そうです。で靴履いてみて、今日はスニーカーだけどロファーだったらどうだろうっていう考える時とか、なんかそういったことのコミュニケーションを取りながら友達とたった5ミリについていつの間にか1時間経ってるとかっていう話し合いをしてるのがすごく好きな時間で、それがここにはずっとあるんですよね。そうですね。映画版みたいな。そうです。ザ・ムービー。そうです。なんですごくそれがもう楽しくて、僕としては。だからこれは本当に体感していただきたいなって思います。それ聞いてなるほどってすごい思いました。本当ですか。なんかすごい腑に落ちましたね。本当ですか。良かったです。今後ちょっと僕が提案したいのは、体型に合ってない服をどう着るかっていうことです。なんかジャストフィットってある程度も計算でできちゃうんですけど、計算上のジャストフィットがかっこよく見えるかどうかはやっぱり分からなくて、だから
これは自分の着る服の話ですけど、はい、ちょっと変にしたい。なんか全部バッチリだとなんか野暮な感じがするし、はい、ちょっとなんか変だな、でもどこが変なんだろうなっていうその違和感がある方がおしゃれに見える気がしてる、はい、だからそれをこう仕立て服の中で、じゃあどこを変にしたらいいんだろうなそうですね、どこするんだろう。それはやっぱりなんか着る人それぞれで、はい、ここ変にした方がいいんだろうなっていうのが違う気がしますし、多分着ていく中でハッと気づかされる瞬間みたいなのを多分そういう種っていうかそういうのを多分仕込みたいんだと思うんですけど。そうですね。めっちゃ面白そうですね。それ僕だったらどこなんだってちょっと気になります。いやそう、はい、それはねちょっとまだ分かんないです。何回かやらないと分かんない。そうですね。何回かやって、あとはもう本当にその人の個性とかパーソナルなところ、はい、時代感もきっとありますよね。絶対あると思います。今ここが変な方がかっこいいっていうのがあると思います。ありますよね。今逆に大きくても変じゃなかったりとか、ね。そうなんですよね。10年前だったら変だったんですよ。普通に変だった。はい、それここが合ってなくないって、合ってなくてもその全体着た時にかっこよかったら僕は丸だと思う、はいはい、合ってないことが生きてるのかもしれないですし、はい、なんかそういったことがそれぞれ感じる、普段着る服であったりとか、年代もそうですし、そういうことでちょっとずつ変わっていって、もう少し肩落とすもそうだし、なんていうんだろう、アームを太くするもそうだし、いろんなことが多分少しずつ変わっていって、その人の好きな服になるってことですもんね。そうです。いやめっちゃ面白そう。ちょっと深すぎるかもしれないですね。なんかこっちの本編っぽくなってます。いや本当そうですね。僕は泉さんとこういう話が一番したかった気がしていて、あんまり今までそうですね、ゆっくりってはなかったですね。なかったんで、はい、ありがとうございました。いやいや、とんでもない。